ゴロゴロ旅です。あっけに取られるほどの大雨、とても出かけられない。海外旅行中だったらショックですよね。私たちは50代60代の夫婦で、今はエストニアのタリンを旅しています。雨も上がったので、歩いて1分のバルティーヤーマ市場に向かいます。地元の食材で自炊する暮らすような旅にはぴったりの場所です。この日のタリンは18度、日本のゴールデンウィークよりもちょっと寒いぐらいです。ここエストニア・タリンに到着した日にもここを少し覗いたんですが、今日は改めてこの市場を見ながら、エストニアの人たちが日常的に食べている食材や北国ならではの保存食、季節の食材をいろいろ見てまいりたいと思います。今日は何のフルーツを買おうかな。前回食べたものをご覧になりたい方はこちらの動画からどうぞ。サーモンサンドを作ろうと思っているので、この汁を買いたいと思います。そしてサラダ菜もいくつか、トマトもピカピカ、種類がとっても多いんですね。玉ねぎ、ズッキーニ、いろんな野菜が並んでます。ここではサラダ菜2つとディルを買いました。若い方は YouTube の撮影も気軽に応じてくださいます。また別の店で、ここではベリーをたくさん買います。他の方がいろいろ買ってるのを見て、私も白熱して、あれもこれもこれもあれも買い出しました。これはアンズダケ、フィンランドでも美味しかったキノコです。今が旬だからね。そうそう、たくさん。ブルーベリーを 500g も買ったのなんか初めてだけど、みんなキロ単位で買っていきますからね。私だって500ぐらい。市場の皆さんは気持ちよくって明朗会計。ここで花を買おうと思ったんですが、いざお支払いの時にここは現金しかダメということ、残念ながら買えませんでした。クレジットカードが使えない店もあるみたいです。今は夏の美味しいものがいっぱい。別の季節に来たら違うものがまた食べれるのかもしれない。ここは本当に大きい市場で、何棟かに分かれていて、ああいう野菜のオープンな市場とか、お肉とかお惣菜とかね、あと食べられるところもあって楽しいです。日本人っぽい方もちらほらで、観光で見えている方もいらっしゃるようにお見受けします。私はエストニア語で撮影をしてもいいですかというふうに書いて、こういうふうにしてるんですけども、この人手振ってますね。一応こういうふうに確認してます。大丈夫だということ。この店主は写真だと思ってポーズを決めてくれています。しかも私が商品を買うとは思ってなかったみたいで、本当に勘違いの多い人で、品揃えも本当に豊富で、牛、豚、鶏と全部揃っていて、きちっとパッケージになっていて買いやすいお店でした。これを買いましたね。この生ソーセージも絶対美味しいと思います。そしてあれもいつか買いたいですよね。非常にお肉が豊富です。
次は何度か利用したことがあるこのお店、ケーキも美味しいんですよ。撮影許可をお願いしてるんですが、イエスともノーとも言わない感じで、じゃあやめときますかって言うと、いやいいわよって言ってくださったので、恥ずかしいっていうことだったんだと思います。奥ゆかしいですね。でも私もそう言われたらそうやるかもしれない。なんだそうね、今そうそうそう、あこちらは魚売り場。若い方はね、全然 YouTube 撮影 OK っていう感じでした。Navrot pamięć. 魚売り場でも美味しそうなサーモンが買えましたね。これを乗っけて食べたいと思います。でこう事前に Google 翻訳の写メを撮ってスクリーンショットを撮っておいて、日本語とそのエストニア語で私はこれが 100g 買いたいとか150のバージョンと 200g のバージョンを作っておいて、それでそれとか生で食べれますかとか、あと何だったっけ、写真買い物してるところを撮影してもいいですかとかわかんない。とにかくとにかくねまず安全に、そして周りに迷惑かけないように、そしていい動画が撮れるようにということで美味しければいいよね。で袋はないね。お肉生でくれるそうだよね。だからそうないと困る。市場の中庭ではすごい人だかりが、どうも中古のお洋服セカンドハンドっていうんですがね、その、市場が開かれてたみたいですごい人でした。熱気熱気熱気。だねすごいね。部屋に帰ってからちゃんと品物紹介したけど、ね、こういうところで買ったブルーベリーを食べてる。ブルーベリーみんなキロ単位で買ってたもんね。私たちの500が500も買うことなんかないじゃない。美味しいね、小粒でね。でもよく見たら果物はこのエストニアのものもあるけど、エストニア、セルビアだから、昨日買ったさなんだっけ、チェリー、あれはセルビアだったんだよね。あとポーランドとなんだっけ、あとスペインもあった。スペイン、そうそう、スペインの言い方なんだっけ、ヒスパニア。ヒスパニアって書いてあってね。だから全部エストニアのものではない。こんだけね流通が発達してるからあれだけど、でも他の乳製品とかはエストニアのものかどうか確認してね、なるべく買いましたんで楽しみです。今日はエストニア・タリンの市場で思い存分食材を買ってみました。順に買った順からご紹介しますね。こちらは鶏肉のヨーグルトディル漬けです。でオーブンがあるのでこれを焼けばいいのかなと思います。こんな感じでね、美味しそうですよね。そして次に買ったのが、もうね滞在して今ね4日目か3日目ぐらいなんですけど、何度か訪れてる気に入ってるお店があって、ちょっとロシア系のお店なのかもしれないですけれども、これです。この中にお肉が入っている。でもう一つ似たものがあって、それはねキャベツが入ってるそうですね。大きいパンですね。こんな飾り付けするパンって珍しいですよね。
でこれ油が染み出てますのでお肉が美味しいんだと思います。グリルして。で同じお店なのがこのトマトの肉詰め、これもね美味しそうですよね。これが一つのお店です。もう一つ次に行ったのが、お野菜を、買いました。これとこれとこれ、このサーモンにディルをこう乗っけたりとか、このね青菜とかこういうものを一気に買いました。そして、地下のスーパーではね、そうだその後でお魚の専門コーナーに行って、この生で食べれますかって聞いて、このサーモンを買いました。これが 100g です。でそれにこのディルをね乗せたりとかして、そして今あるパンはね少しエストニアのパンで甘めなので、甘めじゃないパンをということで地下のスーパーでねいろいろ探して、これが糖分が少ない、砂糖が入ってないっていうエストニアのパンなので、これを買ってサーモンを乗っけようと思います。そのサーモンにこのサーモンをこのパンに乗っけて、このカッテージチーズを乗っけようかなと思っています。これを地下のスーパーで買って、あとねこれはどこ産だったかな忘れたけど、ヨーロッパの青りんごって酸っぱくてねとんがってて美味しいんですよね、味がね。そして、最後オープンマーケットの方でこんだけ、このブルーベリー 500g とこれ300ぐらいだったかなと、あんずだけどトマトを買いました。でね、昨日までにこういう平たいこちらの桃ね、これね日本の売れてくると日本の白桃にそっくりな味でね、そんなに高くもなくて美味しいんですよね。これも買っています。そんな感じでね、非常に、食が豊かなエストニアです。どれ食べたの？いちご。これいちごじゃないよ。これいちごに見える？違うの？これいちご、野いちごっていうそうかもしれないけど、ラズベリーね。せっかくならこのディルが少しでも長持ちにするように。いい香り。ちょっとねやっぱ日本人には馴染みが薄いこの癒しの香りがすごいですね。日本でももちろんねこういう使ったお料理はありますけど、個人ではなかなかねないのかなと思いますね、買うことがね。いい香り。そうしとけば 2,3 日は無事に持つと思います。このパン、舌を噛みそうな名前のクレビャカはパン生地で具材を包んで焼くロシアの料理だそうです。エストニアは長くロシア帝国の支配下にあり、その後もソ連に組み込まれた歴史もあるため、現在の食文化にもロシアの影響を見ることができます。エストニアは電子政府だということをよく聞きますが、それは現在のエストニアもロシア政府への強い警戒があって、そのサイバー攻撃の脅威が高まる中で、その国家の機能を非常時でも止めないために作られたそうです。簡易的なポテトチップスになるかな。こうやってもっと正確に言うと、そのロシアのためだけではなくて、限られた人口と予算の中で行政を効率化するという目的もあるそうですけれども、やはりロシアとの緊張が最大のこの懸念材料だということです。一方でもう何百年にもわたる歴史の中で生まれた人々の交流は消えるわけではありませんよね。なので食文化には美味しいものがあればこれは残っていくんでしょうね、こうやってね。
これでオーブンに入れてみますか。もうちょっと下がいいかな。よいしょ。サラダはね、青りんごのサラダにしてみようかと思います。ちょっとね、サラダスピナーがないので。本当はね、サラダはね、なるべく水が切れてれば切れてるほど美味しいんですけれども、キッチンペーパーで拭くとかね、ビニールに入れて触れとかね、いろいろあるんですけど、ちょっといいのでこれでいきます。でディルもありますね。やっぱり最高に美味しいお料理を作るというよりは、旅先でね暮らすように、旅するということがメインなので、もう最高なお料理の結果は得られないけれども、最高な体験はできるということで、ちょっとねこういう至らないところは皆さん見逃してくださいね。本当に今市場で買ってきたばっかりですからね、もう何をこれ以上のものを望めるかっていう感じです。できゅうりもね、であら美味しそうだな、香りが。きゅうりも入れると雰囲気変わりまして、そしてねこっちのね青りんごがね甘くて酸っぱくてね強い味で美味しいんですよね。これもサラダに入れましょう。これだね、これはね美味しいですよ。日本のりんごの優しい甘さみたいのはないですね。大丈夫かな、オーブン大丈夫ですね。そしてね、お酢をねいろんな各地で美味しいのがあるからお使いになってくださいなねっておっしゃってくださる方いらっしゃるんですけど、お酢の瓶まで買っちゃうとね、やはりね移動が大変になりますので、お酢は私大好きですよ。バルサミコ酢にもいろんな種類があるとか、ちょっとばかりは調べたこともあるんですけれども、そしてレモンを、りんごに中心にレモンを振ってですね、そしてちょっと混ぜますか。りんごとりんごのサラダです。ちょっと塩かけてもいいしかけなくてもいいし、エキストラバージンオイルで、はい、いただきます。ディルをねちょっと買って、それでは青りんごのサラダをいただきたいと思います。塩かかってないの、かけたい？でもカッテージチーズなんだったら、でも塩かかる。よし。この青りんごがね美味しいんだよね。いいよね。爽やか。ちょっとブルーベリーのっけたいとか。綺麗。あなたもベリー。これはどうだ、ちょっと甘すぎるんじゃないかな。すごい贅沢って思っちゃった。これで美味しいかな、この。いや、リンゴだけでよかったかも。青リンゴとかこういうブルー系で
完食系で攻めて。準備はいいでしょうか。よいしょ。ポテトチップスがまたちょっと焦げ系になりました。どうでしょう。ちょっとお皿に気をつけてね、熱いからね。きのこと即席のポテトチップスと、ポテトチップスまた苦くなっちゃったかな。これ食べてみて。そうだ、これだけじゃないのよ。それはパンで、メインはこっちだった。これ温めたの、電子レンジで。これをほら、肉詰めのトマト。これ一人一個やっぱ多かったよね。だからこれでよかったと思う。これを切りましょうか。お皿出さないでもさ、こう切ってみようか。やっぱ輪切りかな。やっぱでもこっちの方が平等に。よし。こういうの切るときにこのギザギザがついてるといいんですよね。はい。美味しそう。これがメインです。そしてこれを切ってみましょう。これね、だから中にキャベツバージョンと、お肉バージョンがあって、お肉バージョンを買いました。こんなね、飾りがついたパン、うまく切れない。よしょっと。さてと、ほうわー、美味しそうだね。一人こんだけ食べれるから、縦にこう食べれる？いっちゃう？はい。じゃあこれなんかちっちゃくなっちゃって、もうちょっと焼けばよかったね。私の分がなくなる。でポテト、いや食べれるかな。パンがねこんな風になってるね。こういう詰め物料理を頑張って作るところがいいよね、やっぱりね。じゃあいただきます。肉まんがパンって感じ。変わってる。美味しい。まろやか。きのこも歯ごたえが、この夏のね間しか食べれないもの多くてね、このエストニアの人が大切に思ってるこの夏の農作物とか、こういうものを私たちもいただけて本当にありがたい。夏だけ来てね、このいいとこだけ。これ中にさご飯入ってる？違うか。玉ねぎ？動画でよく見えないけど玉ねぎも入ってるけど、ライス入ってない？だから優しい味だったんだね。すっごい量になりました。ケーキがベリーで埋まっちゃった。
朝スーパーに行ってクレープを買ってきました。スイートタイプとナチュラルタイプがあったので砂糖なしにしました。これならねちょっとハム挟んだり、サーモン挟んだりすることもできると思います。サーマル島のヨーグルトです。さっきまでカチカチの板だったので柔らかくなりましたね。砂糖を入れて、これでキャラメリゼみたいに焦がすといいと思います。お、ちょっとやばいかも。おし、あ、焦げちゃった、焦げちゃった。よしよし、あ、こんな風になる。あ、ちょっとまずいなこれ。ちょっと失敗したな。よし。ちっちゃい冷蔵庫は温度管理が難しいからちょっと優しく冷蔵できるように巻いときました。これをこんなに残ってます。香りがやっぱりいいですね。そしてで冷蔵で焼けちゃったりしないようにこうやって包んでおきました。一生に一度思い存分ベリーを食べたいっていう、別にバケットリストはなかったけど、ね、やってみるのもいいんじゃないでしょうかね。こんなにベリー食べれるのってね。さあ1人2枚ぐらいでいいと思います。よし。どうでしょう。こっちの方が黒い方が甘いのがついてる。どんな？滑らか。今ね午後7時を過ぎたところなんですけれども、とても明るいんでね驚いちゃいますね。ご飯を早く作りたいと思います。今夫はお水を買いに行ってるんですね。ここ、エストニアのタリンも水道水を飲めるっていうことなんですけど、私人生初めてお水がね美味しくないと思っちゃったんですよね。紅茶を入れた時に何だろうと思って、ちょっとお水を買ってきて飲んでみたら美味しかったので買うことにしています。だから衛生的にはね水質的には飲めるけれどもちょっと味の癖があるのかなと思いました。もう個人差ですよね。ここ港から割と距離あると思うんですけど、鳥が海にいるような鳥がいるんですよ。カモメとウミネコの違いって皆さん分かります？あれどっちなんだろう。あれすごいね、ずっといますねこの辺ね。森が多いんでしょうね。カモメとウミネコどう違うんだろう。遅くなっちゃった夕食ですけれども、
このフェンネルヨーグルト漬けの鶏肉を、焼いていきたいと思います。今オーブン温めてますので、こうよくないこれ、こうやって焼いてみたいと思います。うちにはねこんな大きいちっちゃめのオーブンしかないので、こういった大きいオーブンは使い慣れてないんですけれども、ちょっとねこうやって海外旅行に来た時にはこの立派なオーブンが用意されてた時にはこうやってね楽しませていただいてます。やっぱり家にオーブンあるといいのかな。鶏胸肉、もも肉の皮をきれいに取ってありますね。これ皮を食べない民族なんですね、きっとね。もったいないけど、ももですね。ももで美味しそうないいとこです。で、ここら辺のスペースが余ったので、先日のこれ後から入れた方がいいかな、きのこ。ちょっともったいないですね。そしてもうね3回も失敗してるんですけど、一緒にねポテトチップスを焼こうと思って焼きすぎちゃって、夫が帰ってきましたね。よいしょ。もしかしてこれ途中で出した方がいいのかもしれないですね。ちょっとねこのポテチも一緒に焼ければと思います。どうなんだろうな、途中で出す、どうしたらいいかな。途中でポテチを出せばいいか。よし。だいたいこの温度とか厚みの違うものを一緒に焼こうっていうのが、分かった、上下の天板で別に焼けばいいんだ。いいやもうやっぱりオーブンにね使い慣れてる方はよくご存知なんでしょうけど、ちょっと容量悪いことやってますが、夫がお水ありましたか？重いのありがとうございます。よし。いけ。よいしょ。はい、お箸です。このキッチンと食卓が一緒になってるのもなんか便利だね。なんかそうだね。どっちがいい？大丈夫？はい。どっちかというとこっちかな。どうぞどうぞ。強欲なやつね。書き出しはどうなったかな。アップロード失敗。なぜだろう。こうやってね合間を縫って、動画をアップしております。失敗したらしいです。何を失敗したのかしら。ちょっと今から危ないからね、一旦オーブンのよいしょ、これを出して、よいしょ出して、まだ焼くんだけど、ここにきのこを足せばいいんじゃないかな。これをめちゃめちゃな料理です。性格が出てしまう。私神経質なかったね、やっぱね。大雑把だねちょっと何かを間違えてた。大雑把です。これをまたオーブンに戻せばいいのかなと思う。こんな大雑把すぎるこれ。よし、これをオーブンに戻して焼きたいと思います。ポテトもねもう仕上がってるねこれね。あとカリカリになるだけ。よしもう一回入れます。重い、片手で重い。これどうなってる。よいしょ、上でこんがり。危ない、これ危ない。危ない。2度目は上の段にしてみました。いい焦げ色がつくといいな。はい、3度目の正直で
今日はポテト失敗してギリギリやっぱりね、やっぱ出る時にバーッと熱気が来るから気をつけないと危ないね。持てるかな。よし、危ないですよ。汁が結構出るね、チキンからね。はいね、なんか下手なんじゃないかな、この汁が出るって。でフェンネルをね、この香りがいい。私実はお肉が、鶏肉と豚肉がそんな好きじゃなくて、牛もそうだけど、どうでしょ素晴らしい。う。ポテトも焦げてないよ。そうね、これはやばいけど、あとは大丈夫。ちょっとチキンのお汁吸っちゃったのかな。まあでもこの間ちょっと食べてみる？やってみよう。気をつけてね、天パ熱いからね。でもポテトチップスにならなかった。でも美味しい。じゃあこちらでいただきましょうか。もう1回ではヨーグルト漬けね。いいね。じゃあこの大きいの1個いただきますね、私ね。そしてこのあんずだけも怖いね。あんずだけもいただきまして、じゃあこれさ、もも肉なのに油取り除いてるでね、国民性だね。いただきます。おいしい。いいね。楽しみ。熱々で、あんずだけももも肉の油なしでさ、皮なしで美味しいとこだけで、私が苦手な鶏の匂いがないじゃん、ハーブとかついてて、ヨーグルトだからふやってこう柔らかくてね、これ美味しいね。ゴージャスな感じで、このおつゆをちょっとあんずだけにつけていただきますか。天板から食べる人いないか。豪快でいいね。あんずだけもおつゆ吸って美味しいよ。これは大成功じゃないでしょうか。ハーブ、もっとここにハーブもあるから。やっぱり旅行中に炭水化物多くないじゃない。ほんでお野菜も取れないじゃない。炭水化物取ってるようでありながら油分もすごいねついてくるから、満足させるために。短期間だったらね、存分に皆さんね、追い足して食のアドベンチャーをね、食の冒険をしてもいいと思うんだけど、やっぱり10日以上になっちゃうともうちょっと気をつけないと。おいしい。北欧の夏だね。ご視聴ありがとうございました。